はいどうも、実行の戸岸亮太です。今日は究極の革砥についてお話ししていきたいと思います。で、今回は革砥で包丁を仕上げていく動画になるんですけど、前回革砥の可能性という動画を出しましたので、まだそちら見てないよって方はぜひそちらもチェックしてみてください。それで僕は最近革砥で仕上げることにめちゃくちゃハマってまして、革砥で仕上げるとめっちゃ切れ味良くなるんですよね。なのでここ最近は包丁を仕上げる時に砥石を当てた後に革砥で仕上げるっていう感じのフローになっています。ただ僕個人的には天然砥石めっちゃ好きで、天然砥石で仕上げることもめちゃくちゃ多いんですね。っていうのがやっぱり天然砥石ってめちゃくちゃ切れ味良くなりますし、繊細な切れ味を発揮できるので、やっぱり天然砥石で最後まで仕上げたいなって思う場面が結構あるんですね。それでいろいろ考えてまして、革砥で仕上げる時にどうにかして天然砥石の切れ味を発揮できないかなって思ってたんですけど、一ついい案が思いついてそれを試したところ、なんと究極の革砥が完成しました。じゃあそれがどんな感じの革砥かっていうと、こんな感じの革砥になります。これ前回も紹介した牛革の革砥になるんですけど、この真ん中は空洞になってないタイプの牛革の革砥ですね。それでこの革砥はこんな感じで黒色の牛革がくっついてるんですけど、こっちの実際に使う面はちょっと黄色っぽくなっているのがわかるかなと思います。でこれが何かっていうと、天然砥石の粉を革砥に付着させた革砥になります。で要するに何が究極の革砥かっていうと、天然砥石の粉を塗布させた革砥が究極の革砥なんじゃないかなと思いました。ただそれだけの話なんですけど、天然砥石の粉をこの牛革の革砥に塗布するっていうのは、あんまり発想になかったんじゃないかなと思いまして、この天然砥石の粉を牛革の革砥に塗布して、最終仕上げしたところ、めっちゃ切れ味良くなったので、今回はそれをお伝えしたいなと思います。でちなみに究極の革砥って言ってるのにはもう一つ理由がありまして、僕が天然砥石で仕上げる時に一番切れ味が良くなるなって思っているのがこちらの砥石になります。中山の苫江っていう天然砥石になるんですけど、京都の天然砥石ですね。こちらの中山苫江の粉を牛革につけることによってめちゃくちゃ切れ味が良くなる究極の革砥になっているんじゃないかなと思います。中山苫江の粉じゃなくても、別の丸尾山とか相渡とか勝負谷とか、他の京都産の天然仕上げ砥石の粉でもいいんですけど、僕はやっぱこの中山苫江が一番切れ味良くなるんじゃないかなと思って、今回こちらの究極の革砥に採用しました。それでこんな感じが究極の革砥の説明になるんですけど、やっぱりこの革砥の、この弾力とかソフトな感じとかがやっぱりめっちゃ気に入ってて、これで包丁研磨してあげることによって、同じ研磨剤でもかなり研磨力が控えめになりますし、より繊細な刃をつけることができるので、やっぱり革砥で仕上げるのがいいんじゃないかなと思ってたんですけど、天然砥石っていうのも捨てがたかったので、それをどうにか組み合わせれないかなっていうことで、今回こちらの結論に至りました。で今回はそこら辺が実際どう変わっているのかっていうのを、前回の革砥の可能性と同様の形式で比較していきたいなと思います。それでやる内容としましては、今回はこちらの中山苫江で一回仕上げまして、試し切りと顕微鏡で観察していきたいと思います。でその後にこちらの中山苫江の粉を塗布した革砥で包丁を仕上げて、でまた試し切りして顕微鏡で観察していきたいなと思います。それでその観察が終わったら、砥石で仕上げた時と革砥で仕上げた時でどんな感じの違いがあるのかっていうのを顕微鏡で比較できたらなと思います。ということで実験内容としてはそんな感じになります。それで今回使う包丁なんですけど、今回はこちらの包丁を使っていきます。こちらは白紙2号の三徳包丁ですね。両刃の包丁になります。やっぱり天然砥石で仕上げるときは白2の鋼材が一番切れ味発揮しやすいので、今回は白2の両刃を使っていきたいなと思います。それでは今から実験をやっていきたいと思います。はい、それではまずはこちらの中山苫江天然砥石で仕上げていきたいと思います。でちなみに今のこちらの包丁の状態なんですけど、一回天然で仕上げている状態になるので、今の切れ味は、天然砥石の切れ味になってます。でこの包丁を中山苫江の切れ味に仕上げていきます。それじゃあいきます。はい、ということでこれで中山苫江での研ぎが終わりになります。はい、それではこちらのコピー用紙を使って試し切りしていきたいと思います。
はい、こんな感じになります。やっぱり中山と前めっちゃ切れ味いいですね。包丁のかかりもいいですし、切ってる間のスムーズ感もかなり良かったんじゃないかなと思います。はい、ということで続いてはこちらのコピー用紙の筒を切っていきたいと思います。はい、ということでこんな感じの切れ味になったんですけど、いかがだったでしょうか。でコピー用紙の筒に関しては、全然切れ味よく入るんですけど、この角度を気にしないと、ちょっと入らない角度があるかなっていう感じになってます。はい、ということで続いては顕微鏡で見ていきたいと思います。ということで顕微鏡で刃先の状態を見ていきたいと思います。まずは500倍ですね。こちらが500倍の刃先の状態になります。で見えてるとこは本当に刃先の一部分の小刃のとこになります。で今回も見ていただきたいのはここの刃線のこのギザギザ具合と、この刃線のとこからこのちょっと境目があるんですけど、ここまでは小刃の範囲になります。で、ここの小刃の表面の違いっていうのも見ていただけたらなと思います。で、今どんな状態かざっと見ていくと、この小刃の表面は中山と前で天然らしい小刃の表面になってるかなと思います。それで刃先の状態なんですけど、刃先の状態は細かくギザギザしているのがわかるかなと思います。でたまにこのちょっとちっちゃいチップみたいなのがある感じですね。でこれが500倍になります。で続いて2000倍も見ていきたいと思います。こちらが2000倍になります。で2000倍になると、より刃先の状態が分かりやすくなりましたね。この小刃の刃先の状態もめっちゃ細かくギザギザしているのが分かるかなと思います。でここはさっきちょっとあったチップとかがないとこの場所になるので、こんな感じで均一にギザギザしているのが分かるかなと思います。でこのギザギザが、細かくいっぱいあることによって、かかりのいい切れ味の良い包丁になるっていう感じですね。であとはこの中山と前の研ぎ目の深さとかも見ていただけたらなと思います。ということで続いてはカワトで仕上げていきたいと思います。はい、ということで今からカワトで仕上げていきたいと思います。でまずこのカワトにどうやって天然砥石の粉を塗布していくかなんですけど、まずはこちらの天然砥石の泥を出していきます。で泥を出す方法としてはこんな感じのダイヤモンドの面直しを使うのがいいんじゃないかなと思います。でこちらを、面直しする感じで表面を削っていきます。はい、そうするとこんな感じで砥石の表面にいっぱい泥がついてくれるのがわかるかなと思います。でこちらの泥をこっちのカワトにつけていきます。でつけていく方法はそんななんかあるわけじゃないんですけど、こうやってべしょっとカワトにつけていきます。でこの作業を繰り返してつけていくって感じですね。でこれある程度もうつけてあるので今回はこんだけにしときます。であとはこうやってちょっと水つけて伸ばしてあげると全体につきますね。はい、ということでこんな感じでカワトの準備が終わりました。でこの状態のカワトを使って研磨していきます。はい、で研磨方法なんですけど、こちらの研磨方法はこういう台があればこのペタッと置いてもらって、でこの状態で小刃付けとか糸引きするような感じで包丁の角度を一定に保ちながら小刃を引いていくっていうようなイメージですね。でこの時に注意していただきたいのはこちらのカワト、前回のカワトと違って中が空洞ではないので、めっちゃたわむってことはないんですけど、やっぱりカワトなので砥石とか木材よりもちょっと沈みます。で弾力がある性質のものなので包丁を当てた時に砥石と同じ角度で当てちゃうと沈み込むことによって砥石よりも角度がついた状態で研磨されることになってしまうので、砥石で研いだ時の角度よりちょっとだけ寝かしてあげるのをイメージしていただけるのがいいかなと思います。でその状態で研磨するって感じですね。でそれはこれ両刃の包丁なんですけど、表も裏もやや寝かし気味でやってあげるといいかなと思います。それではやっていきます。はい、こんな感じで終わりになります。はい、やることとしてはこんだけなので、めちゃくちゃ簡単かなと思います。はい、それでは続いては試し切りやっていきたいと思います。それではまずは先ほどと同様にコピー用紙から切っていきます。
はい、いかがでしょうか。先ほどよりもかなり滑らかになったんじゃないかなと思います。で、切ってる感じも、切り進む量がかなりスムーズに大きく進む感じでしたね。はい、それでは続いてはこちらのコピー用紙の筒を切っていきたいと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。めっちゃ大きく変わったっていうことはないんですけど、やっぱりカートの方がちょっとかかりがいいような感じがあったかなと思います。包丁をコピー用紙に当てた時にパッと刃が入るような感じだったかなと思います。それでは続いては顕微鏡を見ていきたいと思います。ということでこちらがカートで仕上げた後の500倍の写真になります。いかがでしょうか。さっきのと比べるとこの研ぎ目がだいぶ浅くなったのが、パッと見でわかるんじゃないかなと思います。今こっち向きに入ってるのが砥石の時の研ぎ目で、ちょっと縦向きに入ってるのがカワトで入った研ぎ目になります。こう見るとやっぱカワトの方がちょっと浅そうですね。で、刃先のギザギザ具合なんですけど、刃先のギザギザ具合も少し細かくなったかなと思います。ただこういう感じのこのチップみたいなのは相変わらずあるっていう感じになるので、ここら辺はそんなに変わってないのかなっていう感じですね。それでは続いて2000倍見ていきます。はい、こちらが2000倍です。で、こう見てもやっぱりこの研ぎ目がだいぶ浅くなったのがわかるかなと思います。やっぱり今までだとこの砥石の時の研ぎ目はちょっと深くこういう黒っぽく入っているのに対して、カワトで入った研ぎ目っていうのは黒っぽくならずに結構浅くなっているのがわかるかなと思います。で、刃先のギザギザ具合もかなり細かいギザギザになってますね。はい、それでは続いては比較をしていきたいと思います。左が砥石で仕上げた時の研ぎ目で、右がカワトで仕上げた時の研ぎ目になります。こうやって並べるとかなり違うのがわかるんじゃないかなと思います。やっぱり砥石の方が研磨力が高くなるので、研ぎ目もかなり深く入っているのがわかるかなと思います。で、それに対してカワトの方はめちゃくちゃつるっとしたような表面になってますね。で、あと包丁の刃線のここの部分を見た感じでもやっぱりこのカワトの方がよりまっすぐに近いような細かいギザギザになっているのがわかるかなと思います。なので、この500倍見た感じでもやっぱりカワトの方がだいぶ細かく研磨力控えめで繊細な刃がついているのがわかるかなと思います。それでは続いては2000倍見ていきます。これが2000倍の比較になります。左が砥石で右がカワトになります。やっぱり2000倍で見ても砥石の方がより研磨力が高いので、この研ぎ目も深く入っているのがわかるかなと思います。で、カワトは本当に滑らかでつるっとしたような表面になってますね。で、あとこの刃線のこのギザギザなんですけど、でここもやっぱりこっちのカワトの方がより細かいギザギザが多いのかなと思います。で、それに対して砥石の方は細かいんですけど、ギザギザの数がやっぱりこっちよりも少なく見て取れますね。やっぱりカワトの方がギザギザの量が、パッと見なんですけど 1.5 倍から2倍ぐらいのギザギザがあるような感じがしてます。で、あとこのギザギザのこっちの高さ、このギザギザの高さもやっぱり砥石の方がちょっと深く高いようなギザギザになってるかなと思います。やっぱりこう見ると結構違いますよね。ここら辺が切れ味の滑らかさとかかり具合に関わってくるんじゃないかなと思います。やっぱこう見ると面白いですよね。同じ成分なのにこんな感じの差が出てきてます。はい、ということでいかがだったでしょうか。究極のカワトということで、カワトに天然砥石の粉をつけて、究極の切れ味にするっていう動画になったんですけど、楽しんで動画見ていただけたら幸いです。で、今回は比較形式で天然の砥石と天然の研磨剤を使ったカワトで、切れ味どんな感じで変わるかっていうのを見ていただきました。で、あと顕微鏡を使うことによって目で見てしっかりと違いがわかるので、これもかなり面白かったんじゃないかなと思います。で、やっぱり今回は砥石とカワトで、どっちも同じ砥石を使ってやったんですけど、こんな感じで結果が変わるので、包丁研ぐ時の道具とか、研ぎ方によって切れ味も変わるっていうのが伝わったんじゃないかなと思います。で、やっぱり砥石の方が硬いので必然的に研磨力は上がってしまいます。研磨力高い方が早く削れてくれるので、いいとこもあるんですけど、繊細さとか、究極の切れ味を求めたいっていう時はやっぱり研磨力っていうのは控えめの方が、究極の切れ味を出しやすいので、こういうカワトを使うのもかなりありなんじゃないかなと思います。で、このカワトにつけるのは中山と前が正解っていうわけでは
なくて、いろんな研磨剤をつけることによっていろんな切れ味が出せるかなと思います。なのでいろんな研磨剤試していただいて、自分に一番合う研磨剤を探して、自分なりの究極の切れ味っていうのを見つけていただけるととても嬉しいです。で、今回は天然の砥石の研磨剤でやったんですけど、天然の砥石の研磨剤じゃなくてもダイヤモンド研磨剤の粉末のものや WA とかのアルミナ系の研磨剤の粉末のものを使うっていうのもかなりありなんじゃないかなと思ってまして、そういうので試してみるとめちゃくちゃ面白いかなと思います。で、ダイヤモンド研磨剤とかだったら、番手もめっちゃ細かい10万番とかも全然あるので、そういうのでやってみてもめっちゃ面白いかなと思いますね。あとは天然の中でも中山と前とか、勝負とか奥戸とか、いろんな天然砥石があるので、その天然砥石ごとに、どんな感じの切れ味が変わるのかっていう探求をするのもめちゃくちゃ面白いんじゃないかなと思います。なので皆さんもお気に入りの研磨剤を見つけて、世界で一つだけの自分オリジナルの革砥を作ってみるのはいかがでしょうか。で、これかなり楽しいのでぜひ一度チャレンジしてみてください。はい、ということで今回の動画で質問とか感想とかありましたらコメント欄の方に書いていただけるととても嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。